にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。今回のテーマは日本の冬の象徴ともいえるこたつと鍋です。前回のポッドキャストでは1年で最も寒い時期、大寒と冬の言葉についてお話ししました。そしてその中でこたつや鍋について軽く触れましたね。今回はこの2つのトピックについてお話ししようと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、まずは冬の暖房器具こたつについてお話しします。こたつは日本の冬に欠かせない暖房器具です。現在のような電気こたつが広まったのは昭和時代ですが、こたつの起源は室町時代にまで遡ります。その時代の暖房はいろりでした。当時の人々が足元を温めるためにいろりに衣服をかぶせてそこに足を入れたことがこたつ誕生のきっかけと伝えられています。ある調査によるとこたつを使用している家庭は2025年現在で約 40% くらいだそうです。最近はエアコンや床暖房、ホットカーペットなどの便利な暖房器具が増えたことで、こたつを持っていない家が増えているそうです。このこたつは2023年に放送されたドラマ、こたつがない家のタイトルにもなっています。このドラマのタイトルからも、こたつが単なる暖房器具というだけでなく、家族や友人が集まり、暖かい空間で一緒に過ごすための象徴的な存在だということがわかりますね。今、私の家にはこたつがないですが、学生の頃は家にこたつがあって、学校から帰ってくるとすぐにこたつに入るのが習慣でした。寒い寒いと言いながらこたつに入っていたのが懐かしいですね。こたつは本当に快適で、こたつでぬくぬく過ごすのが大好きでした。時々こたつから出たくなくて、そのままこたつで寝てしまうこともよくありました。はい、ではここでこたつと一緒によく使われるオノマトペをご紹介します。一つ目はゴロゴロです。こたつでゴロゴロすると言います。こたつに入って横になっている様子ですね。二つ目はぬくぬくです。寒いから早く家に帰ってこたつでぬくぬくしたいと言います。ぬくぬくは気持ちよくて暖かい様子ですね。はい、では次に鍋についてお話しします。寒い季節になると多くの家庭で鍋が食卓に並びます。鍋料理はみんなで一つの鍋を囲んで食べるスタイルが特徴で、体も心も温かくなる日本の伝統的な冬の食文化の一つです。鍋料理は地域や家庭によって具材やスープの種類が異なり、非常にバラエティ豊かです。今日はその中からいくつか代表的な鍋料理をご紹介します。まずは寄せ鍋。これは日本全国で楽しまれる最もオーソドックスな鍋料理です。魚介類、肉、野菜、きのこ、豆腐などを好きなように組み合わせて、だしベースのスープで煮込む鍋です。スープの味付けは醤油や塩が定番で、だしの旨味が引き立ちます。家族それぞれの好みに合わせて具材を変えられる柔軟さが人気の理由です。次にすき焼きです。これは甘辛い醤油ベースの割り下で、牛肉と野菜を煮る鍋です。最後に生卵を絡めて食べる独特のスタイルが特徴です。水炊きは鶏肉をベースにしたあっさりとした鍋です。特に博多地方の博多水炊きは全国的に有名で、
スープの旨味を楽しむのが醍醐味です。鍋の具材はシンプルで、鶏肉、白菜、ネギ、春菊などをよく使います。ポン酢で食べるのが一般的ですね。ちゃんこ鍋は相撲の力士の食事として知られています。ボリュームもたっぷりで具材も豊富です。鶏肉、豚肉、魚介類、たっぷりの野菜といった栄養バランスも魅力的です。味噌ベースや塩ベースなどスープのバリエーションも豊かです。冬の定番の一つとなったキムチ鍋は辛さのあるスープが寒い体を温めてくれる鍋です。日本では独自のアレンジが加えられたマイルドなキムチ鍋が主流で、豚肉や豆腐、野菜、きのこが入ることが多いです。私が大好きな鍋はこのキムチ鍋です。冬の寒い時期になると無性に食べたくなりますね。寒い外から帰ってきた時に食べるキムチ鍋は本当に最高です。鍋の魅力はその多様性と食材の旨味がぎゅっと詰まっているところにあります。日本の各地でその土地ならではの鍋があります。例えば北海道の石狩鍋です。こちらは鮭を使った味噌ベースの鍋です。そして秋田のきりたんぽ鍋など地域の特色が現れた鍋もたくさんあります。このように一つのお鍋を囲みながらみんなで食事を楽しむことが日本の冬の風物詩となっています。はい、ではここで鍋と一緒によく使われる言葉をご紹介します。一つ目はグツグツです。グツグツは鍋が煮えている音を表します。鍋がグツグツ煮える、鍋でグツグツ煮ると言います。二つ目は囲むです。囲むは人や物を中心にしてその周りに座ったり配置したりするという意味です。例えばみんなで鍋を囲んで楽しんだと言います。三つ目はつつくです。つつくは鍋料理などを繰り返し箸で挟んで取って食べるという意味です。例えば鍋をみんなでつついて食べると言います。皆さんの国や地域では寒い冬の時期にどのように部屋や体を温めますか？また冬に食べる特別な料理はありますか？ぜひ教えてください。今日は日本の冬を象徴するこたつと鍋の文化についてお話ししました。寒い冬にぴったりの温かいこたつや鍋料理の魅力が少しでも伝わったら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。